さあ、いよいよ BMW X5 のヘッドライト磨きをする日が来ました。12年の歳月をかけてついた傷、そして曇り。これ、ヘッドライトが綺麗になると車の印象ね、だいぶ変わると思いますので、楽しみです。皆様、いかがお過ごしでしょうか。オートウエストエンドです。こうやって寄ってみますと、日光に焼けたような、擦り傷のような汚れ、曇り。そしてこちらは、点々に割れている感じの印象も受けます。今日のポイントとしましては、手磨きでやっていきます。ポリッシャーあるんですが、やっぱり手磨き好きなんですよね。今までホイールだったり、あとドアモールとかもね、手がパンパンになるぐらいこすって磨いてきました。結論から言ってしまうと、もう電動ツール使った方が早いですし、仕上がりもね、均一です。だからプロの方使われるんですけども、手磨きで一番最低限のものだけでどこまでいけるのか、迫れるのか、それを一緒に目の当たりにしませんか。はい、というわけでマスキング終わりました。黒でマスキングをしたので、どことなくロックバンドのアイラインのメイクのような、そんな雰囲気が出ている X5 ですが、このマスキングで大失敗を後ほどします。ご期待ください。サンドペーパーがけの前に一旦水で洗い流しましたが、仮にね、砂などが残ってしまうとレンズをめちゃくちゃ引っかき傷だらけにしてしまうので、この一旦洗い流す作業重要です。はい、それでは1000番の粗さのサンドペーパーがけから始めていきます。みるみる表面の汚れ、劣化をしたコーティングなどがね、その黄色い水となって取れていきます。ちょうどここから左側だけサンドペーパーがけをしました。曇ったような感じになっていますが、反対に今からやり始めたエリア、そこは元々のね、コーティングが残っているので、まだ透明度が高いです。そこも1000番でこすりますと、サンドペーパーの薄い傷が均一に入って白く濁ってきます。X5E70 型はここに縦のラインがあって、結構なね、ギャップといいますか段差になっています。ここも念入りにやっていきます。ヘッドライトの上側の部分、やっぱり日光がね、よく当たるので劣化がしやすい部分になります。そして人の目もね、やっぱり上の方に目が行くので、下のヘッドライトの下覗いてね、お宅のヘッドライト劣化してんなっていう人ね、ほぼいないので、ヘッドライトの上半分ちゃんと磨けているかというのをね、常に確認して意識をしてやっていくのがいいと思います。相当磨き込みましたが、やっぱり近くで見るとムラありますね。ポリッシャーでやるとね、こういったのほとんどなくなるんですが、はい。なので、もう少しだけこういったクリアが残っている部分とかね、やって、そして今流している段階です。時間的にはどうでしょう。撮影しながらもありますが、2、30分はやっていました。ですが、これまだ序の口なんですよね。あと2種類サンドペーパー、そして3種類のコンパウンドが待っています。本当にね、時間の余裕がある日にされることをお勧めします。続いて今は1500番
1段階目の細かいサンドペーパーに移っています。少し見にくいですが、レンズ中央部分だけをやってみました。今左側が1000番、そしてここあたりですねが1500番。少し透明度が増した感じ伝わるでしょうか。はい、レンズ全体を1500番で磨き終えました。砂とかね、ゴミが入らないように水で流しつつ、サンドペーパー最後の2000番に移っています。今回もレンズの中央だけをね、一旦磨いていきたいと思います。左側が1500番、真ん中あたりが2000番、さらにね、もう一段階透明度が増しました。2000番かけ終わりました。結構均一になりましたね。その目立った傷とかそういったものは最初に出てきました割れのような細かい点々以外取り除くことができました。おそらくレンズ内部に入った割れなんでしょうね。乾くとこのような状態になります。もう後には戻れません。もうやりきるしかない。はい、続いてコンパウンドの一番粗いものから使っていきたいと思います。このコンパウンドはめちゃくちゃ有名ですよね。 Amazon で買いましたが、ソフト99のコンパウンド3種類初心者用セットみたいな感じのものでした。付属のスポンジあるんですが、今回はねマイクロファイバータオルでやってみたいと思います。Yahoo の知恵袋とかね、ブログ読んでると着古した綿の T シャツ、あれが一番いいみたいですね。ちょうど他の掃除に使っていましたので、今回はねマイクロファイバータオルでやっております。周りは乾いていてコンパウンドがね、濡れているのでこの透明度がね増したように見えますが、これをさらにこすっていきますと、もう一段階違う次元の透明度に変わっていきます。もうこれで終わっていいぐらい劇的に綺麗になりました。他にね2種類まだコンパウンド残っているので試していきますが、これでいいとされる方もねいるのかなと思うぐらいのそんなレベルです。はい、次のもう一段階細かいコンパウンドに移る前に、一旦この粗いコンパウンドの粒子を洗い流します。これが残っているとね、結局それで磨いてしまうので一向に透明度が増さないということで、ここもね念入りにやっていきます。ここあたりに来るともう楽しくてしょうがない感じです。もうね、みるみるガラスのような感じになっていきます。
同様にレンズ中央だけ磨いてみました。左側が最初のコンパウンド、そして右側に見えてきたここあたりが2番目のコンパウンド。また透明度が違いますね。2種類目のコンパウンド終わりました。ここでもまたもうこれで終わっていいんじゃないかと思うぐらいの感じになります。最近のカメラ性能がいいのでちょっと曇ってるように見えますが、もう肉眼で見るともう全然いいレベルです。はい、そして先ほど触れました付属のスポンジがこちらですね。せっかくなので使ってみたいと思います。コンパウンドは乾く直前が傷を一番落としやすいんですが、このスポンジそのタイミングでキュッキュと音が鳴ってくれるので分かりやすかったです。そしてマイクロファイバータオルに比べましてコンパウンドをね吸収しないので長持ちする感じがありました。ただ汚れをねコンパウンドを拭き取る作業はねマイクロファイバータオルの方がやりやすいなとは感じました。はい、こちらも同じくレンズ中央部分だけ磨きました。左側が1つ前のコンパウンド、さらに綺麗になっている。これにて磨き終了。もうね大満足の結果になりました。後ほど磨いていない方のレンズとね比べてみたいと思います。そしてマスキングを剥がしていますが、何かおかしい。いやもうなんか糊がすごい残るっていう、もうただただ苦笑いでしかなかったですけども、車用のマスキングではなくてもね部屋にあったマスキング持ってきたんですよね。今まで考えてみれば車用として車用品店で販売されているマスキングしか使ってこなかったので気づかなかったんですが、そういう性能の違いあるんですね。磨き作業でも手がめちゃくちゃ疲れているところのこの地味な作業、めちゃくちゃ辛い。そして話は変わりますが、このバンパーとヘッドライト下に溜まった水がヘッドライトがきれいになったことで見えるようになりました。こちらがどうしても取れなかった、おそらく内部についているであろう割れ、視聴者さんの中にもこのようなね割れがある場合参考にしてみてください。多分ね中だと思います。そしてこちらが磨き前の反対側のヘッドライト、こう比べると一目瞭然ですよね。ちなみにこちら側の方が汚れがまだマシだったので、もう劇的に綺麗になったとわかると思います。それでは反対側のヘッドライト、同じ作業が待っていると思うと結構答えますが、最初のヘッドライト途中の段階でも結構綺麗になっていましたよね。あの段階でコーティングをしたらどうなるのかというのを試してみたくなりました。手がだいぶ疲れたというのもあるんですが、なのでこちら、一応3種類コンパウンドは使うんですけども、ほどほどの感じの磨きで止めておきます。それでコーティングをして左右で結果を比べてみたいと思います。
予期せず一番大変な工程、マスキング剥がし、これゆっくり剥がすようにすると糊があまり残らないことが分かりました。一体誰が参考にしてくれるんでしょうか。はい、それではセラミックコーティングに移っていきます。商品ページにはガラスコーティングと書いてありました。ちょっと曖昧な商品ですが、これでね、ドアモールのコーティング問題なくできましたので試していきます。ちょっとフィルムのような感じで前回使ったものが固まっていました。どのくらい前でしょう、3ヶ月ぐらい前ですかね。そのドアモールの下際の残りだと思います。ちなみにコーティングの方法としては、他にウレタンクリアを吹いたり、あとはフィルムをね貼ったりされる方もいると思います。今回僕的に一番手軽だなと感じたガラスコーティングを行っていきたいと思います。ところで僕、重大な間違いをしております。と言いますのは、シリコンオフだったりアルコールスプレーを使っての脱脂作業をしてないんですよね。もうね疲れすぎて完全にすっ飛ばしています。ですので実はこれ吹き上げた時に若干曇りが出てしまっていました。せっかく手磨きでほぼ完璧に仕上げたんですが、このコーティングでしくじるという、このね塗った直後の輝き持続するはずなんですが、そうならなかった。そして 2,3 分してからもうすぐに吹き上げるという工程なんですけども、僕これね5分か6分ぐらい実は待っていました。なので白いちょっとムラになってしまったの、それかもしれません。ドアモールとかね、他の場所にもいろいろ使ってきたんですが、ちょっとその慣れがね過信を呼んで失敗してしまった。それでは仕上がりを見ていただきましょう。とはいえども一番最初の状態に比べたら全然マシですけどね。続いてこちらはまだクリアをしていない反対側、そして磨きの程度もそこまで攻めていない状態でやめておきました。これにコーティングをするとどのようになるのかご覧ください。コーティング剤塗った直後はね、もうほとんど反対側と変わらないぐらいのいい透明度をしています。さあバフがけですが、ちなみにこちらも5、6分待っています。ですのでマニュアルに比べると倍近く待った感じになります。それでは比べていきましょう。こちらが磨きをしっかり、コーティング失敗しましたけどね、何はともあれ手磨きでここまで持ってきました。ちなみに内部についているであろう割れ、周りが綺麗になったせいで上から見下ろすとこのようにはっきり見えます。これはもうレンズカバー交換するしかなさそうですね。そしてヘッドライトが当たる部分も内側からちょっとね熱で焼けているんでしょうか、色がちょっと違って見えます。はい、こちら磨きそこそこですが、コーティングで結構改善しますね。左と比べると若干白濁した感じはあります。ちなみに割れはこっちの方はそこまで入っていませんでした。そしてレンズにヘッドライトが当たる部分、こちらも色がね少し変わっています。はい、それでは結論としましては、手磨きで根気があれば全然いけます。そして磨きの程度ですが、コーティングである程度持っていけます。ただ磨き突き詰めた方が仕上がりはさらに良くなるということが分かりました。この動画参考になったという方はいいねボタン、登録ボタンをお願いいたします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。またお会いしましょう。はい、そしておまけです。一つ前の洗車動画でも触れましたが、実はこの翌日
雨が降りまして、そしてどうしても出かけなければいけないということで、本来ならガラスコーティング 2,3 日はね雨に濡らさない方がいいんですが、濡らした結果1段階白濁が増しました。悲しい。この磨きが甘かった方はねさらに増しています。雨に打たれる前の状態であればもうそのままでいいと思っていたんですが、もうここまでちょっと曇ってしまったら、なんかせっかく頑張った甲斐が薄れてしまいましたので、皆さん朗報です。ガラスコーティングを失敗した時にする復活方法動画を撮りたいと思います。うまくいくかどうかは分かりませんが、ベストを尽くしたいと思います。それでは皆さん良い週末を。